ではお邪魔します。今、はい、意外とその夏に向けてですね、この陶製のボトルだよね、はい、水を入れておくと本当にまろやかに美味しくなるんだけど、はい、これがまあ目立って今のところここに生地としてあります。またルノーさんの、作品商品と一緒にこういうものも一緒に焼きたいなと思ってよろしくお願いします。夏に向けてね。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、サフィールノワール、ポタリーウォーターディスペンサーを制作いただきました、鉱山桃園さんにお邪魔しております。鉱山桃園さんはですね、愛知県は常滑市にある、常滑焼の工房なんですね。はい。でですね、今日はですね、こちらのですね、会長様であられるですね、渡辺圭一郎様に、インタビューとしてお伺いしております。渡辺圭一郎様はですね、鉱山桃園さんの今の会長でございまして、常滑焼振興会でですね、内閣総理大臣、賞を受賞されたりとかですね、あと天皇陛下ご即位式典の器を制作するなどですね、大活躍の作家さんです。その方にですね、今回この商品を監修いただきましたので、本日ですね、取材を通じてさらに商品のこだわりであるとか、常滑焼の良さということをお伝えしたいと思いまして、お伺いしております。これもともとハンドラップっていうのはですね、ガラス製のもので医療用のものなんですよね。そうです。はい。で、それをですね、よく駐車員の方使ってるんですけど、サフィールのこの高級感に合ったそのハンドラップを作りたいということをもう5年前から考えたんですね。そうですか。そうなんですよ。それで海外の文化である靴磨きですね、とその日本の伝統技術ということに着目しまして、で融合することによっていい製品ができるんじゃないかということが今回の製品の発想なんですよね。はい、そうなんですよ。はい。あれが窯なんですね。はい、窯です。これで焼きます。ピザ窯の何倍もその熱は上がりますよね。1200、300までバーッと上がりますんで。そんなに上がるんですね。人間でもみんな溶かしちゃうね。骨も残らへん。これもね、ちょっとやりましょうね。こういう焼けたものがこれコーヒーポットですけど、はい、こういうペーパーをかけて、で、あそこの水道の辺でこれは蓋を吸って、バーッと吸ってここにセラミック混合車というね、乳セルの粉をつけてバーッと回すんですよ。ガーッと回して、ぴったり合わせるようなことを常滑の急須はやりますけど、そういう仕上げを最後やるとこね、ここは。常滑焼と急須ですよね。そうだね。はい、急須でこの水差しっていう、これもある意味水差しなので、急須とは違いますけども、同じような類のものってことで、そうですね。はい。なので共通性もありますし、フランスなんかですと盆栽の鉢ですね、なんかでも使われてるって話をお聞きしたり、常滑焼有名って話も聞いてましたので、この商品自体がフランスのアデル社の商品なので、そういうフランスなんですよ。フランスつながりということで、そことつながってこれもわっと広がると。そうなんです。ところです。常滑焼って結構歴史があるかと思うんですけども、やっぱり縄文時代からあるって話も以前ちょっとね、つながりはあると思いますけど、六雇用という形で6つの雇用なので、その中の一つである常滑、それと常滑の特徴というとですね、六雇用の中でも亀ですよね。水をためるための亀からスタートしてます。だから今回のこれは本当にそういう意味じゃよく勉強してきたのかなと思うぐらい水をためて使われる、今現代的な発想ですけど、実は1000年前の常滑焼は水をためるために作った器でした。そういう原点もあります。じゃあすごい偶然だったんですかね。偶然だけどすごい共通点がありますね。ここは成形をするとこだよね。これもその一つで作ったやつを仕上げてありますけど、まだ乾いてない状態で。これフライパンか。土鍋の土なので火にかけれますけどね。毛をキュッと挟んで持つ。で、日頃は皿として使えるっていう。
でもちろん手がついてるものも、作って売ってますけど、最近こっちも人気なんですよ。手なんかなくて後でキュッと挟めばいいで、まあ日頃はそれで火にかけれて、ほんで料理もこのまま出せちゃう。なるほど。皿としても使えちゃう。今回ね、いろいろちょっとご注文させていただいて難しいこともちょっとね、お願いしたかと思うんですけど、まず最初にこの話をもらって、協会さんから連絡が来て、これをやろうと決めていただいたその経緯というか、なぜ受けていただいたかっていうところを聞かせていただきたいなと思います。そうです。それね、なんていうか偶然性とか、そういう意味では出会いは偶然性だったと思うんですけど、私ね、実はその常滑焼きとか焼き物で、これからこう人々の役に立つものがどんなことができるんだろう、まだまだ多い。お茶を出すとか、水をためるとか、いろんな役に立ってきて、今があるわけですけども、まだあるだろうと、この素材が役に立つ、役目というのはまだあるだろうと思って、それでできるだけそういうものをチャレンジして広げていきたい。今はね、安くて軽いプラスチックのもの、金属のもの、これにもされていろんなかなりの容器はプラスチックに変わる、だけど焼き物を使ったらすごくこう美味しいし、体にもいいし、たまに傷なのは重いことと、落としたら割れるっていう、悪いんだけど、でも人間にとって合うというか、水も保存をする意味では焼き締めた状態というのは、もうずっと水を入れといても腐らないし、汚れないし、という状態が続きますので、最高のものだと思っています。なかなか皆さんにそれを言える場というのがなかなかないんですけど、だから重くても高くても割れても、ぜひこれを使ってくださいと言いたい。でも今回それをこの水を入れる容器をまたいただいて、すごくこう原点に近いこと、もう形は新しいけど、でも水を入れるためる、そういう意味では常滑焼きが出てきた最初の発想、これにもう全く同じ意味がありましたので、もうよくぞ来てくれましたというので、悩んで受けたわけではない。よく来てくれました。ありがとうございます。お待ちしてました。そんな感じだったかもしれないですね。その出会いは偶然ですよ。前から知っとったわけじゃないですけど、私はそういう意味では、常滑焼きのその可能性が広がることを常に思っていますので、自分でもそういう施策はいっぱいやってきましたので、この漆壁でここで作っちゃうと切って1ミリ減っちゃうわけですけど、この石膏板という上でルボーさんのやつを大事に作ります。この石膏板をこのろくろに乗せたわけですけど、またその上にこの土をやります。まずは先ほどの手で台で練りましたけど、このろくろの上でも練ります。練るということは、これ高くしたり低くしたりしてやるとこれ均一になります。ろくろの上で均一にします。だいたい練れたところで底、穴を掘って底を作ります。こうやって底をぐーっと押さえながら、締めます。土がぐっと圧力で締まります。これふわふわっとしとくと、後でピシッと裏が切れますので、この時に思い切り今圧力でこうやって押さえましたけど、ぐっと押さえて土を締めとかないと後で切れます。そういうね、素人がやるとなんで切れるだろうなっていうのが
そういうのがあるんだけど、まあ僕らはそういうことを失敗ばっかよくやってきたので大体分かってますけどはい10センチ今回のこの作るにあたって、すごい難しかった点とかっていうこともちょっとお聞きできればなと。はいはい。私が日頃こう作ってるものはですね、まあいろいろありますけど、急須竿もたくさん作ってますして、で急須というと丸か切ったちか、ちょっと平丸というちょっと潰れた丸、これがまあ非常に多いわけですけど、そういう意味からするとこの形は非常にもう私で言うとあんまり作ったことがないし、この微妙にこう傾斜がこう膨らんできて、ここから折れている、この形をまあ一定に作ることは非常に難しい、なので、まあ日頃やらない、型をこの形の型をここに当てるとピタッとこう定まるようなこの型を作りまして、ウレタンという素材で作りまして、でこう当てながらこう引きながら当てながらこうまあ作ったわけですけど、あの型がないと、なんていうか不揃いなものになるので、まあ型を当てて作りましたので、ざっと手作り感はあるけど、まあ揃っているという状態ができたんじゃないかな。いろいろ苦労しましたですね。だからそういう意味じゃ形としては大変、難しい形ですね。やっぱりそうなんですね。で形もこっちがいいあっちがいいという話にもなったので、これも3つ目ですけど、この型も3つ目作りました。はい、でもこうやってもう近い。ね、これだいたい近い形に。昨日引いたもんで、もうちょっと手の感覚がある。すごいですね。手がちょっと覚える感じ。意外とラフに自由に作ってくれりゃいいような雰囲気が最初は伝わってきたので、半期に構えてやったけど、それにしちゃ細かいことをまた後から追加でいろいろ言われたなっていうのはありますけど、本当ね、いろいろとご苦労をかけてすみません、本当に。釉薬のこのかかり具合まで指定してくれまして、なんとかご要望にお答えできたかなっていう。ともおかげさまですごいいい作品になりましたもんね、本当に。型はね、娘が作ったので、なかなかうるさいことを言われて、こうやっとるだけここがこれで違うよとか言って、俺が引いとると目もよう見えるし、違うよそうやって言われてね、やり直しとか言って娘に言われちゃったんで。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。坊さんに叱られるいかんで、そうやってね、ちゃんとやらないかんよ、そういうの。ここのあれが 3.8 ミリだもんで、3.9 ミリか。まあ4弱だよね。まあこれでどうだね、俺。やり直しかね。よいしょ。こういって。今1ミリは削ったので、バッチリだな。大体良さそうだな。これをもうちょっと外へ出せばどうかな。すいんじゃねえか。あれちょっとここが低くなっちゃった。ここ？ここをちょっと膨らませようか。ここをちょっと膨らませる。高めで外に。でここがどうかな。
かなりいい線じゃないか。もうちょいこれへこませる？これを下げる？ここがいらんで、ここの高さにして。あ、そうそうそう。こういう感じ。もうちょいここ取る。ここ取る？押すか。お、いいんじゃねえかこれぴったり。ね。うんかな。もうちょい出たいけど。もっと出る？そこの先だけど。先だけ。よし。こうやってスーッとなでとくとちょっと綺麗な手跡が消えますね。こういう感じ。ここ、角っこ落としてあるね。こういう感じです。で今度は表もちょっとやります。その際にはここへちょっと水をつけて、これを貼り付けちゃいます。まあ削るより綺麗になっとるので、ほとんど今回は綺麗に引けとりますんで、で多分この寸法もほぼいいので、ちょっと短くなってます。3.5ぐらい、もうちょっと。3点今7。もういいじゃん。こんなもんだな。これも結構苦労されたんじゃないですか、僕も。あ、このね字がね、ものすごい細かい字なので、柔らかい土で、こうハンコをビュッとこう押して、押し具合が、強すぎても、そのハンコの外側の枠の形が出ちゃうし、小さすぎても字が出ないし、でちょっと表面に剥がれやすい油膜をつけながら、ヒュッとこうやるとスッと抜けるというちょっと技術も使いながらやれましたけどまあ非常にここら辺は難儀なところです。そうですよねここが一番課題だったんですよね。そうですか。非常にやっぱり難しいかなと素人目でも思ってましたので、ここまでのことは最高レベルの細やかさというか、そういうのを宿題をいただきまして、なんとかいけたかなと思って、うちの娘がね、年がかなり来たやつよりは若いタッチで、その加減をつかんでやってくれたんじゃないかなと思います。共同の作品なので、ここだけは若いタッチでやってる。ロゴをね作るために今作っている本体はちょっと粗土っていう土で作っていますけど、ロゴをやるときには粗土でやるとそのロゴの細かいところが出ないので、それでこの細かい土の水盤土っていう常滑の水盤をよく使った土で、作りたいと思っています。これは細かい土なので、まあそういうロゴやなんかをこうやるのには向いている土です。タタラと言いますけど、タタラ棒を一緒にしてこう転がすことによって厚みの揃ったタタラができます。で表面をならしてきれいにします。このシートはもうここに貼る用の、寸法に切ったものを使う。そうだね。これも一つの型ができてるわけですよね。で毎回同じように厚みも揃うし、形も揃うという形で。ちょっと増えちゃったくっついちゃった。でこう同じ厚みの形も同じ型の通りの大きさができました。これでまたツルツルにかなり綺麗にしとかないと、ロゴが押した時に均一にロゴが出ないというか、
色になった。この土を水で溶いたものね、それをつけてペタッと貼るわけ、それが糊になる。浅めに傷をつけるんですけど、深すぎるとこっちに行っちゃうの。意外と何もやらんでやるとパリッと取れてくるんですね、取れちゃう。そういうことないように。こっちの板の端に。端っこはこっちでつけるかな、なるほど。あんまり俺も見とらへんもんね。よし、それではこれで G の上はなかなかちょっともう手で押さえれない。確かに。この辺は後でまた指紋は取ればいいので、ちょっと固まってこないとあんまり触れないかな。あとはこの接着面がまだ隙間が空いてるので、こうであとこの製品に関して、こだわりというと僕らがこだわってるような感じもあるんですけど、なんかこう制作にあたってなんかここはちょっと一味こう加えたみたいなっていうのはあったりしますね。ですね。それはね、やっぱりね、この粗土で作るっていうことはね、私はかなり慣れていますけど、この変わった形を作るというか揃えて作るっていうことに尽きる気はしますけど、でもこの粗土でやることでその水がね、本当に清水のように柔らかくなって保つと、圧倒的に多孔質な常滑焼の代表的な土ですので、俳優やですね。沈殿してるので混ぜて。これはそのためだけど、焼く前ですね。で今俳優をかけるところをここでするんで、これは3つだけ俳優かけてないものを取っときました。これで、これが独特な、普通はコンプレッサーでバーッとかけちゃうんだけど、このルボーさんのは非常に灰がファーッと自然にかかった風合いを出そうということで、この口で吹く、こんなことはめったにやりませんけど、ルボーさん用で買ったようなもんですけど、本当ですか？今まで使ったことないけどやれる、これでやれるものを持ってたので、これでやってみたらちょうど、だからこうなんかパラ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 っとこう粒にかかったでしょ、あれをこれでやるとできるんですよ。でこれをここの中へ釉薬入れます。ルボーさんのプレートみたいなところにはかけないようにということで、これを当てながら、でこれでこうと霧が出るんですよ。こんな感じ。最後今釉薬を塗ったこの生地をこの中に入れます。最後で、奥の方はボトルがもう水ボトルが入っていますけど、で鍋とかも入ってますけど、はい、じゃあ入れます。でこの一発つけたところでちょいとずつ締めていって、ものによってはですね、これルボーさんとこのやつだともっと2つぐらいつけてもいいかもしれないんだけど、分厚くて大きいものはこれでももうちょっと開けながらじわ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 上げていかないと爆発しちゃいますので、分厚い土だとゆっくり上げます。ちっちゃいものはよっぽどそういう爆発は起きませんけど、
ちょっと蓋閉めていきますね。で最初のいつもだとここまで広げて火はつけませんけど、まあこのぐらいにしといて火つけて、まあこの1センチか2センチぐらいで切ってうますっていうか、最初軽くうましながらそのうちこう閉めちゃいますけど、そうやってゆっくり上げていきます。これ以上炎を小さくするとポンと消えちゃうので、今が限度なんですよ。大きさの限度、小さい限度の炎にしといて、ここの扉の加減でちょっとずつ上げていきます。そういう感じです。でここから釜を炊いていきます。20時間ぐらいで炊き上げます。ざっと20時間で炊いて20時間で冷まして出すみたいな感じでやりますけど、いつも安定して作っているものは2日か3日ほかといて出す人もいますけど、うちはもうちょっと早めに出しちゃいますけど、20時間もかけなくて出しますけど。なるほど。名古屋方面です。手前の高速道路出口に注意してください。上手に焼けましたかね。いいふうに焼けたと思うよ。いきます。いいね。いいね。いい感じだね。よいしょ。いい感じだ。できた。できました。じゃあ本日はインタビュー受けていただいてありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。ですね、日本古来の焼き物である常滑焼とですね、海外発祥であるくつみ焼き文化がですね、鉱山東園渡辺さんのご協力でですね、本当に素敵な製品が生まれたと思います。ありがとうございました。ぜひですね、皆様これ視聴されている方ですね、手に取っていただいて、この素敵な、日本古来の、焼き物常滑焼を使いながらくつみ焼きをやっていただけると非常に楽しい時間が過ごせるかなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。